くるみ山荘を訪問していただきありがとうございます。くるみ山荘は電気、ガス、水道の公共供給を受けていないオフグリッドな環境です。電気は発電機、ガスはプロパンガス、飲み水はミネラルウォーターを購入しています。メルボルンに滞在中です。メルボルンは今晩秋です。滞在しているアパートには温水プールがあります。温水といっても体温以下です。自分の上腕二頭筋があまりにもたくましくてびっくりしています。この日はハーフムーンベイに行きます。電車でプラーンからサンドリンガムまで行きます。ここはサンドリンガム駅です。ここから海が見えます。ここからバスに乗り換えてハーフムーンベイに行きます。駅前にストリートライブラリーがあります。バスが目的地に到着すると豪邸が並ぶ富裕層の地域です。街路樹はオーストラリアらしくガムツリーです。時折ガムナッツが木から落ちてきますが、地面に落ちると大きいのでコツンと音がします。これはコアラが食べる種類ではないガムツリーです。オーストラリア全土に固有種を含めて約900種あるガムツリーですが、コアラが生息する地域に限ると日常的に食べるのは 2,3 種類だそうです。海岸に突堤が見えます。ここまで来たので歩いてみることにします。ハーフムーンベイというだけあって半月型の湾です。この日ではない別の日にフィリップアイランドへ行くツアーに参加しました。途中この近くのブライトンビーチに寄りました。そこにもとてもカラフルなベーシングボックスがありました。ハーフムーンベイにもベイジングボックスがあります。1個1000万円から2500万円だそうです。
こちらのブライトンビーチのボックスは3000万円から4500万円するそうです。 Like and subscribe. この突堤の先端まで歩いてみます。波にさらわれないように柵に近い方を歩きます。突堤近くに2階がレストラン、1階が売店というところがあります。あまり空腹ではなかったので、売店でフィッシュ&チップス、カプチーノを買いました。パラソルも広げられないほどの風があります。バラマンディという魚を揚げてもらいました。バラマンディはスズキの仲間で、揚げたては外はサクサク、中は肉厚、しっとりとホロホロとした白身魚です。癖や生臭さがありません。郵便番号だけで富裕層かどうかわかるような豪邸の地域です。アパートの近くまで戻ってきました。この日はアパートのドアの鍵ではなく、玄関にあった自転車の鍵を持ってハーフムーンベイまで行ってしまったので、家に入れないばかりかエレベーターにも乗れません。娘が会社から帰るまで時間を潰すことにします。今回の滞在では鍵にまつわる失敗を3度しました。まずはスーツケースの鍵を忘れたこと、このドアの鍵の件、翌日自転車の鍵束をハンドバッグに入れっぱなしにしていたことです。いろいろなことを忘れてしまいますが、忘れたことは周囲から責められることはありません。でも注意しようと思います。東の空が明るくなりました。ブルーベリーとバナナのマフィンを作ります。公園にはまず鳥が集まり、犬と飼い主が集まり、その周りをランニング、ウォーキングする人々が集まります。早朝、日本に出張していた義理の息子が帰国しました。昼ご飯のごちそうを用意します。子羊の足をローストします。孫がシャロットの皮を剥いてくれました。剥いた後は手を洗ってあげました。マーケットで買った生のローズマリーとニンニクを肉表面に切り込みを入れておいて埋め込みます。塩コショウとオリーブ油をすり込みます。スチームコンベクションオーブンでローストします。
これは足の肉ですから大腿骨が中心にあります。慣れていないのでうまく切り分けられません。慣れるまで何回ラムレッグを買う必要があるのでしょうか。今回の滞在ではラムレッグの切り分けは初級として受け入れてもらうしかありません。午後には下見のためにシティに行きます。メルボルン滞在も終盤ですので、ツアー会社のアクティビティを申し込んでいます。ヤラバレーのワイナリーツアーとフィリップアイランドでペンギン行進を見るツアーです。ツアー参加者を最適な場所でピックアップする根性スタイルのツアーなので、事前にピックアップ場所を確認します。清潔なトイレの場所も確認しておく必要があります。ダブルツリーバイヒルトンホテルメルボルンフリンダーズストリートのトイレが入りやすいと思いました。ペンギン行進のツアーはピックアップ時間が遅いので下見をしませんでした。別な日にクイーンビクトリアマーケットへ行きました。フレッシュジュース、フレッシュジュースという声があったので、ザクロを絞ったジュースをいただきました。美人になるというザクロは積極的に取りたいです。撮影するなら追加料金ですよと言われましたが、定価でした。クイーンビクトリアマーケットは1878年から続いていて、南半球最大の屋外オープンエアマーケットとして知られています。オープンエアといっても上屋はあります。ミート&フィッシュホール、デリーホールはしっかりとしたインドア構造です。これはフェイジョアです。ハラペーニョは辛そうです。大きなかぼちゃです。フリーレンジの鶏卵、エミュー、ダチョウの卵があります。Oh my god。フィッシュ&ミートホールの入り口ではライブ演奏があります。ケーキよく買いたくなります。メルボルンではマーケットに大きな保冷バッグを持ってきて買ったものを入れます。東京でも豊洲に行くならそうするかもしれません。丸いハンバーグ肉はこのマーケットの特色のようです。マーケットでは必ずオイスターバーに行きます。
プラスチック製品があふれる前の時代を知る身としては、この競技の船との再会はまるで時計の針が静かに逆回転を始めたかのような感覚を覚えます。このオイスターバーでは牡蠣だけではなくホタテもいただきました。午前だったのでノンアルコールのワインが出されました。素直にそれを受け取りました。基本クレジットカードは使いました。ここには ATM があります。デリホールでレンズ豆のスープをいただきました。とても美味しい味です。少し塩味が強いと思いましたが、汗をかいていないからでしょうか。メルボルンセントラルステーションに行きました。定時にこのからくり時計が動く様子を見守る光景があったので、私も撮影しました。駅に隣接するこのモールで孫に靴を買います。いくつかスニーカーを売っている店舗がありますが、フットロッカーでプーマのスニーカーが可愛かったので購入しました。16センチが欲しかったのですが、15.5 センチか 16.5 センチしかないということが分かったので 16.5 センチにしました。高評価でした。初めて招待された誕生会にこのお乳をおろしたようです。クイーンビクトリアマーケットで10本1ドルで売っていた黒くなってしまった大ぶりのバナナです。バナナケーキにしようと思います。特にバナナをたくさん使うレシピを探しました。バナナを親の敵みたいに潰さないで良いそうです。アパートに備え付けられた12個分のカップケーキ型2つを全部使って作りました。ミーレのスチームコンベクションオーブンは2段使って全部調理できますので好都合です。長さが短いバナナとこのように長いバナナを本数でカウントすると、最終的な味に調整が必要になります。もっと甘くした方が良かったのでしょうか。とりあえずレシピ通りに焼いて24個のバナナブレッドレシピのカップケーキができました。ラムレッグのチョップで名誉挽回をします。チョップはあばらだけかと思ったら足でもチョップがあります。まずシャロット、ニンニクのみじん切りを炒めます。ラムレッグのチョップを焼きます。生のローズマリーを使います。これはサウスメルボルンマーケットで購入しました。ご飯はトマトライスにしました。別な日に森永のホットケーキミックスを使ったブルーベリーマフィンを作りました。
スメルボルンマーケットへ来ました。パエリア鍋も魅力的ですが、すでにかっぱ橋で買いました。やはりオイスターバーではいただきます。メルボルンではよく雨が降るため傘が必要です。極楽鳥冠の模様の傘を買って帰ります。マーケットにあるカンノーレリアでカンノーリをいただきました。サウスメルボルンマーケットでは眉毛のシェイピングもやってみました。糸2本で脱毛します。主にインド、パキスタン、中東、中央アジア、東アジアで古くから伝わる伝統的な美容法だそうです。今日スーパーマーケットとマーケットで購入したものをご紹介します。トワイニングのオーストラリアンアフタヌーンティー、子供のおやつ、カップケーキの式紙、子羊肉、土産物店でメモ帳とキーホルダーを買いました。生のローズマリーを買いました。郊外型のマーケットでは見つかりませんでしたが、都会のマーケットではすぐに見つかりました。肉を焼くときに使います。チリ&ガーリックのファルファーレパスタを購入しました。ベーキングパウダーは日本よりもサイズが大きいです。クランベリーソースは七面鳥に使いますが、次に七面鳥を焼くときに備えてパントリーに入れておきます。チョコレートのスイーツを作るためにチョコを買いました。娘が買ってきてくれたペストリーです。これで元気をつけてワインツアーに出かけます。ツアーのピックアップ場所には早めに到着しました。後からフランス人のメルボルン出張中の参加者も登場しました。
バスは次のピックアップ場所に来ました。2人がバスに乗り、最初から乗っていたオーストラリア在住のニュージーランド人と合わせて6人が参加しているツアーです。最初のワイナリーはグリーンストーンワイナリーです。朝のうちは霧が濃くてワイナリーの景色も見えないほどでした。早速上品に常識的にワインテイスティングが始まります。次のワイナリーに行く前にバスの中でランチのメニューを選びました。チキンやポーク、ニョッキなどがあり、私はポークにしました。ここはバルコニーエステートです。まず試飲です。飲みすぎないように試飲した後は残りを用意されたカップに移します。ポークをこの形にカットするのはとても珍しく感じました。脂身もなくて小麦粉、卵、パン粉で揚げてあるのではなく、細かいパン粉がまぶしてあります。イヤリングファームでは私よりも若そうなおじいちゃんが説明してくれました。間違えると若手が声掛けします。美味しく試飲しました。カールエステートです。
こはゴルフ場ですが、カンガルーの保護地区になっています。皆様最後までご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録と高評価をよろしくお願いいたします。とても励みになります。